こんにちは、オートウエストエンドです。今回はこちらの BMW X5 のサイドミラーのモーター故障しましたので、これの新しい部品を探していきたいと思います。こちらは以前そのサイドミラーのモーターのアッセンブリを分解してどこが問題なのかなと、故障の原因を探っていた時の模様です。いろいろギアですとかいろいろな他の接触などを見てみましたが、この2つのモーター、そのうちの1つが結局動かないと。それぞれのモーターを入れ替えて動作確認をしましたが、こちらの B と書いた方のモーターが動かないので、サイドミラーの上下調節の機能ができないと、そういった原因の究明がやっとできました。もし仮に原因究明ができなかった場合、サイドミラーのアッセンブリ自体ですね、モーター2つ、ギア、そして基板などを含めたものをすべて総入れ替えしなければいけなかったので、そうすると結構パーツ代も高くつくので、まずはこのモーターだけが故障の原因ということが分かり、一安心しているところです。それではこのモーターを果たして単体で購入することができるのか、そういったところを今回皆さんと調べていきたいと思います。 BMW のパーツストアではサイドミラーのアッセンブリでしか販売されていません。おそらく eBay だったり AliExpress あたりに汎用性のモーターがあればいいかなと思っているところです。まずモーターの寸法を測ります。このモーター自体単体で僕も購入したことがないので、どこを測ったらいいのかといろいろ悩みながらやっておりますが、こういう出っ張ったところも、一応測ってみました。そしてモーターの先についている黒いパーツ、ネジ山が切ってあるようなこの部分はおそらく汎用のモーターにはついていないと思いますので、これは使い回しになるのかなと思います。そしてこの黒い部分のパーツの大きさを測るんですが、その中に入っているモーターの軸ですね、そこがちょっと短いので、モーター単体で買う場合はこの大きさよりも少し短めで想定しなければいけないのかなと思いました。それでは一応まずはネットで BMW のミラーのモーターというところで調べてみました。そうすると一応こういったアッセンブリ本体のパーツは出てきます。117ドルということで、日本円でも1万円ぐらいといったところでしょうか。ただモーター一つが壊れている状態ですので、そのためにこの全体のアッセンブリを買うっていうのもなんか納得がいかないので、モーターだけでねあればいいんですが、一応こちらのショッピングに絞って検索してみます。こういったギアの部分だけでも売られているようです。それでも 2,3000 円するんですね。それでは eBay をまず見ていきたいと思います。同じように BMW X5 そしてミラーモーターと入れて検索してみます。そうしますと一番安いのでギアが 2,000、3,000 円くらいで、一応この絞り込みの並べ替えの方で一番価格が安い順に調べると出てくるのかなと思って今ソートしました。そうするとやはりギアがずらっと出てきます。そしてモーターありましたね。でこうよく見てみますと、1個前のモデル E53 のモーターということが分かりました。僕のものは E の70なので、そうですね、これドンピシャではないですね。だいたい14ドルとかそのくらいなので1,500円前後で購入できそうな予感はあります。 E70 と入力して検索してみますと、一番上に出てきましたね。
カナダドルで10ドルなので、日本円だと700円ぐらいでしょうか。これがあってくれればいいのかなと。ただこの先っぽについていた黒いパーツと、色違いにしても長さがちょっと違うような感じではあります。ちょっとね、ここに出してみたいと思います。実際に測った寸法、ほぼほぼ一緒ですよね。ただこの先っぽについている部分が、この販売されている方は割と長め。なので、これをうまく外して、そして今僕の手元にあるモーターの黒い部分に入れ替えることができればいいんじゃないのかなと思います。こうしてみるとたくさん種類があるので、正しいモーターをいかに探すかというところ結構苦労しそうですが、続いてアリエクスプレスも見てみたいと思います。こちらは届くのに、今ここはバンクーバーなんですが、eBay に比べるとさらに1ヶ月ぐらい多く待たなければいけないのかなという印象があります。はい。BMW のモーターで調べてみますと、2個ほど出てきました。ではまず価格の安い方から見ていきます。5ドルぐらいですね。ただこの送料も同じぐらいかかって結局10ドルぐらいすることが分かりました。そしてこのギアの部分はまた形が違いますね。先ほどの eBay の方がカナダドルで10ドルだったので2、300円ほど安いということになるので、こっちはちょっと高いですね。そしてこちら、これはこう見てみると販売者が AG ジャイアントとなっています。先ほどの eBay でも同じストアだったと思うので、おそらく同じセラーが同じ商品を両方 eBay と AliExpress に出していると思われます。そしてこっちの方が高いですね。米ドルで10ドルぐらい。で、こちらが eBay に戻りましたが、米ドルで 7.56 ドル。若干安いような感じ。なのでeBay で買うのがいいのかなと。そしてこのタイトルを見てみましたら、FC140 と書いてありました。手元のモーターを見てみると同じく FC140 と書いてありましたので、おそらくモーターの型式のことを言っているのかなということで、アリエクスプレスで見てみます。この右側の黄色いモーター、セカンドハンドと書いてありますが、こちらは中古品なのでスキップして、この左の2つですね。これは先ほどの eBay と同じ画像のようです。販売者も見てみますと一緒なので、同じ商品をこちらにも出しているということが分かりました。同じ商品でしたら、eBay で安い方でね、買った方がいいと思うので、eBay で買うことになりそうです。はい、一応こちらの商品も見てみましょう。こちらは送料は無料ですが、価格自体は1000円くらいするので、やっぱり eBay の方が安いですね。はい、一応 eBay の方でも同じく型式を入力してみましたが、先ほどと同じ商品が一つだけドンと出てきました。なので、このモーターを販売しているのはこのストアだけのようです。それ以外ちょっとずつ違う型式のものが出ているようでした。ね、モーターもほとんど見た目は同じですが、このしっかり合うのかどうかというところを詳細欄で見てみますと、2008年式の X5、4.8 リッターの記載がありますので、このパーツ自体は適合しそうです。そしてまたさらにこちら、パーツナンバーが書いてありました。モーターに印字されていた番号ですね。この実際に比べてみますと、ドンピシャで合いました。なので、この黒いパーツの部分は違うにせよ、モーター自身はおそらく合うだろうということで、これを買おうと思います。そしてお気に入りに入れていたんですが、1日2日後、また見てみますと、このように少し割引を
してくれるというメッセージが届きました。それが2日間だけ有効だということで、どのくらい割引されているのかと言いますと、50円ぐらい。なので、あるに越したことはないので、この割引を使いつつ購入をしていきたいと思います。このオファーをアクセプトすると、受け入れるというボタンを押すと、そのまま支払いの画面に進みました。ということで、eBay で買いたい商品がある場合は、とりあえず割引のオファーが出るかもしれないので、お気に入りに入れておくのもいいかもしれないですね。そしておまけなんですが、アリエクスプレスでログインをする際に、毎回このスライドバーが出てきまして、そしてこのスライドバーをちゃんと右側にやっているのにもかかわらず、認識されなかったり、その次のページのアルファベットの認証番号を入力しなければいけません。なんとか簡単にログインできる方法ないかなといろいろ試してみましたら、やっと簡単な方法が分かりましたので、シェアしていきたいと思います。まだどなたもこの方法をシェアしているのを見たことがないので、ぜひ参考にしてみてください。一回ログインをしたことがあれば、そして僕は Chrome を使っているんですが、そのオートフィル機能が有効になっていましたら、この方法が使えます。もうすでにパスワードがオートフィルされていますが、E メールを触ります。そうすると、そのメールに紐付けされたパスワードがサジェッションとして出てきます。これはすでに入力されているパスワードと同一のものなんですが、それをクリックしてその上のサインインというタブをクリックします。そうすると都合のいいことになぜかスライドバーが消えて下の赤いボタンだけが残るので簡単にサインインすることができます。ぜひ参考にしてみてください。ということで今回はミラーモーターを買うことができました。まだ届くのには時間がかかると思いますが、700円ほどで購入することができました。本来ならモーターのアッセンブリ自体を買って1万円を超えてしまうところでしたが、安くなんとか上がりそうです。このサイドミラーの調子が良くないという方はぜひ参考にしていただければと思います。このモーターが届くまでしばらくかかりそうですが、届き次第交換作業に移りたいと思います。続きがまた見たいという方はぜひ登録ボタンをお願いいたします。それでは今回も最後までご覧いただきありがとうございました。またお会いしましょう。